ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、ベビーメタルヘドバンギャー。こちらのミュージックビデオを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ10日ぐらい前ですかね。ベビーメタルの公式 YouTube チャンネルにて公開されたヘドバンギャー。こちら15周年を記念して再レコーディングされたものらしいですね。なので最新のスーメタルさんの歌声、そして最新のベビーメタルの魅力を堪能できるミュージックビデオということになっております。そして今回もですね、歌声分析したわけですけれども、またもやベビーメタルの魅力にですね、ハマってしまいましたね。今までがハマっていなかったわけではないんですけれども、今回のミュージックビデオでですね、新たな3人の魅力を発見することができて、僕はもうね、終始デレデレでした。そしてスーメタルさんの歌声の表現力がですね、今回また新たな部分を発見できて、僕はテンションマックスでしたね。そういった部分を自称日本一細かく丁寧に歌声を分析し、歌の練習をするときに役立つ有料級の内容をふんだんに盛り込んだ内容の動画になっておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そして動画の内容を気に入ってくださった方はですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして他の SNS での拡散もですね、ご協力いただけたら嬉しいなというふうに思います。それでは早速、ベビーメタルヘドバンギャー歌声分析 GO！ さあ始まりました。この最初のシーンはどういうことでしょうか？写真の白い服を着てこうやってポーズ取ってる方はバックバンドのメンバーの方ですかね。その方々に対してスーメタルさんがお祈りをしてるみたいな、そんなシーンってことか。間違ったこと言ったらごめんなさい。もし違う意味合いがこのシーンにあるんだとしたら、ぜひね、ベビーメタルファンの先輩方コメントで教えてください。続きいきますよ。あ、メギツネってこと？これメギツネのお面ですよね。そうですよね。このキツネのお面はメギツネのお面。なんか関連性があるのかな？ごめんなさい。僕まだベビーメタルの魅力を知ってから日が浅いので、本当に先輩方、皆さんが頼りなのでお願いしますね。申し訳ないです。あ、こっから歌が急に始まるんですね。今ね、ちょっと急に始まってびっくりしましたけど、今回でベビーメタルの歌声分析動画は6曲目なんですけど、やっぱり曲によって声の表現が違いますよね。今回はですね、鼻の鼻腔共鳴が中心、ここはいつもと変わらないんですけど、そこにですね、ちょっとだけ鼻声の音色をプラスしてるんですよね。なので、いつもの美しい歌声、プラス、ちょっと可愛らしさも混ざったような歌声になってると思います。もう一回聞いてみましょう。ほら。可愛いのに美しいっていう感じですよね。やっぱりこの鼻声の音色がどのぐらい混ざってくるかによって、可愛い声なのか、美しい声なのかっていう、この境目ができるのかなっていうふうに思うんですけど、今回のこの可愛らしい声も僕大好きですね。次いきますよ。今の、はーの、こことかめちゃくちゃ可愛いですよね。はーっていう前に、この息の音、要は、歯の H の子音をですね、先に発音してるんですよ。ここがね、僕ものすごく可愛いポイントかなっていうふうに思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほら。儚くの、はー。ここの部分ですね。めちゃくちゃ可愛い。そしてこの手に持ってるコルセット。これと、曲のタイトル、ヘドバンギャーのヘドバン。これがなんか関連すんのかな？やっぱりそういうこと？
この無表情でヘドバンしてるところがなんか、すごくユニークというか、そういう風に感じてしまいます、僕。激しい雰囲気でもなく、かといって、こう楽しそうにやってるわけでもなく、無表情っていうね、ここがいいですよね。で、バックコーラスはモンメタルさんとモアメタルさんかな、ここのポイントは。すごく可愛らしいバックコーラスですよね。次いきますよ。あ、来た来た。いいですね。ヘドバンギャーのこのヘドバンっていうのはこのヘドバンですよね。ギャーって、ギャーってことこういうことタイトルも面白いですよね。ベビーメタルの楽曲は。続きいきますよ。貞子みたいに出てきましたね。で、ここの、ごめんなさい、急に真面目な話に戻るんですけど、ヘッドバーン、ヘッドバーン。ここなんですけど、全体的にスタッカートで歌ってるんですよ。スタッカートって音を切るテクニックなんですけど、だからこの躍動感がすごいですよね。ヘドバーン、ヘドバーン、ヘドバーンじゃなくて、ヘッドバーン、ヘッドバーンって歌ってるんですよね。今普通に僕が歌っただけでも、このノリが全然違うじゃないですか。このアップテンポなバックのサウンドに対してしっかりとノリ、グルーヴ感を出すためにですね、スタッカートで歌ってるんですよ。次もおそらくヘッドバーン来ると思うので、その音を切ってる雰囲気、ここに注目してもう一回聞いてみましょう。ほらほら。かっこいい。かっこいいね。最後デスボイス。ちょっとびっくりしてしまいましたけど、画面から貞子みたいに出てきて、その瞬間に、デスボイスですよ。で、デスボイスは誰が出してるのかわからないんですけど、とりあえずデスボイスの説明としては、基本的にシャウトボイスと一緒です。シャウトボイスっていうのは、ここにある仮声帯っていうところを動かしながら声を出すことをシャウトボイスって言います。どんな声かっていうと、こういう声ですね。この声の音域を下げるんですよ。低いところまで。そうすると、こういう声になるじゃないですか。これが一般的に言うところのデスボイスってやつですね。だから音域によって呼び名が変わるんですよ。高い声になるとシャウトボイスじゃなくてシャウトって言ったりしますね。ハーオみたいな。ビーズの稲葉さんとかがこの声の使い手の有名なボーカリストだと思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。こうデスボイスが来るって分かって聞くとかっこいいですね。急にこう、うーとかなっちゃうと、ビクってね、なっちゃいます、僕は。普段ね、あんまり聞き慣れてないというか。じゃあ次行きますよ。かわいい。なんか、笑顔のスーメタルさんって僕あんまり見てない気がする。やっぱり笑顔のスーメタルさんはすごく素敵ですね。普段はなんか真面目に真剣な表情で歌ってるっていう感じがし、なんかね、笑顔あんまり見たことないな。だから今ちょっとね、キュンときました。で、この曲なんですけど、8ビートって言われる8分音符っていう音符がいっぱい出てくるパターンのリズムパターンなんですよね。ドツパツドトパツドツパツドトパツみたいな、こんな感じのドラムパターン。そこに対してですね、毎回僕スーメタルさんの歌を聴くとリズム的なところがすごくかっこいいなと思っちゃうんですけど、この8ビートのリズムにですね、的確に歌の音符を乗せて歌ってるんですよね。じゃあどうやれば8ビートに乗る歌が歌えるかっていうと、一番簡単なのは8分音符の裏と言われるところでリズムを取ることです。タン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 。これが一般的にカウントを取るポイントだとすると、その裏って言われるところがんぱ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 1円2円3円4円のこの円のところなんですけど、この円でリズムを取って歌うと8ビートのリズムにしっかりと歌のリズムが合うようになってきます。そういったリズムの取り方で歌ってるんじゃないかなっていうふうにね、僕は思うんですけど、もう一回聞いてみましょうか。かっこいいですよね。もうミリ単位でリズムを合わせてるような、そのぐらいの正確なリズム感だと思うんですけど、あとは全体的に少しだけ子音を強く発音してるかなっていうふうに思います。その子音を強く発音したポイントがアクセントって言われる強い音に変化するので、フレーズに躍動感がこう増幅するような感じの歌になるんですよね。次いきますよ。
突撃のところでスタッカートを使ってますよね。そこの前まではスタッカートは使ってないんですよ。スタッカートを使わないでここまで歌に躍動感を乗せるってもうね、恐ろしいほど素晴らしいことです。音を切って躍動感を出すっていうのは割と難しいんですけど、難しい中でも簡単な方なんですけど、それを使わないで躍動感を出すってなると、方法としては、子音の強弱と音の強弱、この2つしか方法が残ってないんですよ。ただこの2つで表現するってなると、ものすごい細かいコントロールが必要になってくるので、難易度が一気に上がるんですよね。ここがね、素晴らしいですよ。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいですね。で、ベビーメタルの3人がパフォーマンスしてる後ろに見えるゲームセンターがものすごく懐かしいですよね。昔ゲームセンターって言ったらこういう感じでしたけど、今はね、すっかり見なくなりましたね。だから懐かしいなって気持ちで見てました。次行きますよ。かわいい。こいやー、かわいいですね。絶対に一箇所は可愛いって思えるポイントがありますよね。もうその瞬間ほっこりしちゃいます。で、後ろにちょっとのけぞったようなね、姿がまた可愛いしね。ごめんなさいね。やっぱり可愛いポイントはちゃんと思ったタイミングで言わないと。鶴さんのボーカルルームはピックアップさせていただいたアーティストの魅力を表現するチャンネルですからね。可愛いポイントはもうとことんね、可愛いって言います僕は。めちゃくちゃ可愛いです。もう一回聞いてみましょう。いいな。上手こいや、下手こいやって言ってるんですね。で、よく見たら、ベビーメタルの3人の衣装もなんか特攻服みたいな感じなんですね。そっか、特攻服とゲームセンター、なんか昔の悪い人たちって感じなのかな。怖い人たちっていうか。いやー、最高ですね。次行きますよ。ダメだ、可愛すぎる。可愛いですね、めちゃくちゃ。もうね、そこにちょっと意識が持っていかれて、歌声分析ができなくなっている。いやー、申し訳ないですね。いや、もう恐ろしいですね、この可愛らしさ。もう一回今度は歌に注目して見てみますね。いきますよ。そっか、この可愛いって思った理由の一つだと思うんですけど、スーメタルさんが低い音域で大人っぽい女性の声を表現してるんですよ。で、その後に入ってくるコーラス部分のモアメタルさんとモモメタルさんのポイントはですね、一気に音域を上げたところで歌っているんですよね。で、この音域を上げたところの声っていうのが、女の子っぽい可愛らしさが表現されるような音域なんですよ。それが交互に来るから、なおさら可愛いところが目立って僕はデレデレになってしまっているんですね。で、低い音域よりもやっぱり高い音域の声の方が耳に入りやすいっていうか聞きやすいんですよね。そういうのもあって僕はここで出れちゃったんですね。きっと。だから言い方を変えると、ここの部分はですね、モモメタルさんとモアメタルさんの声の可愛らしい魅力をしっかりとアピールするために、スーメタルさんが低音域で2人の声を支えているみたいなポイントなんですよ。ベビーメタルのチームワークを感じるポイントっていうか、素晴らしいですね、ここ。そこ踏まえてもう一回だけ聞いてみましょう。ほんとすごいですね。ほら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 。そう言われてみると、スーメタルさんがメインボーカルなのにもかかわらず一歩引いてる感じがしますよね。いやー、これすごいですね。もう気づいた瞬間鳥肌が立っちゃいました。次行きますよ。かっこいいかっこいい。で、ここのポイントで、スーメタルさんが声の力強さを表現させるために、前方向に声を飛ばすイメージで歌ってるんですよね。声を飛ばすイメージをですね、前方向に意識することによって、声って自然と強くなります。その性質をうまく利用して歌ってるポイントかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。で、全体的に子音を強くすることによってリズムの躍動感もしっかりと表現してるからめちゃくちゃかっこいい雰囲気が出てますよね。
で、両サイドで、こう、大の字でジャンプしてるお二人、やっぱり可愛いですね。視覚的な可愛さ。で、真ん中でかっこいい雰囲気を表現するスーメタルさんっていうね、もう完璧ですね。次行きますよ。今回のヘドバンギャー、よく聞いてみたら、ここまでを聞いた感じ、音域が全体的に他の曲よりも低いですよね。そのせいか、スーメタルさんの歌声のバランスがですね、すごく美しい中にも温かみがあるような雰囲気が表現されてるんじゃないかっていうふうに思って、で、どういう声の成分の割合になってるかっていうと、肺の中の胸腔共鳴の響きと鼻の鼻腔共鳴の響き、この2つが中心になってるんですよね。胸腔共鳴で声の太さをコントロールして、鼻で音色をコントロール。こういった感じのそれぞれの役割なんですけど、もう一回聞いてみましょう。すごくいい声ですよね、この声も。可愛らしい雰囲気もあり、美しい雰囲気もあり、そして力強さもありっていう。いや、この声僕好きだな。すごい声です。じゃあ次行きますよ。この弾んだ感じの躍動感たまらないですね。やっぱり裏のリズムをしっかりと取ってるからこそ出る躍動感ですよね。タンタタタン、タタタタタン。これだと躍動感出ないじゃないですか。タンタタタン、タタタタタンみたいな、こう細かい感じのリズムの取り方の雰囲気がですね、歌のフレーズから滲み出てるんですよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。伝説のじゃなくて、伝説の、こういうリズムの取り方なんですよね。で、さっき裏の1円、2円って言いましたけど、1円のこの円のところにアクセントが来てるリズムの取り方なんですよ。円だけ取ってるわけじゃなくて、1円、2円みたいな、こういう感じかな？正式なリズムの取り方としては。さっきの説明がちょっと不十分でしたね。ごめんなさい。だからリズムの取り方としては、タタ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 、こうなんですけど、タタタタタタみたいな、こういう取り方なんですよ。だからこそこの躍動感が出てるっていうね。ただすごい難しいリズムの取り方なので、相当練習しないとできないと思います。多分リズムを取りながらだと歌えないと思うので、リズムを取るトレーニングだけ相当やったと思います。で、やることによってそのリズムの感覚が体に癖として染みついた状態で歌ってるんじゃないかな。次いきますよ。いいね。このちょいちょい登場する狐のお面が僕はね、すごく気になりますね。で、狐のお面を持ってるだけなのに、モアメタルさんとモアメタルさんのこのね、可愛らしさがたまらないですよね。なんでこんなに可愛いんだろうって思っちゃう僕。もう一回聞いてみましょう。魅力満載ですね。今でも十分有名だと思うんですけど、もっともっといろんな方にこの魅力知ってほしいですね。次いきますよ。あらららら。うわーって言って、こう髪をね、こうやってるモモメタルさん。もうなんか MV っていうことで、今回はちょっとそういったビジュアル的な部分が気になってしまいます、僕は。気になるっていうかね、惹かれてしまいますね、すごく。ごめんなさい。なんか、ちょっとだけリアクション動画みたいになっちゃってる。もう一回聞きますね。この軽いタッチたまらないですよね。すごくこうリラックスした状態で我々も聴けるようなタッチでスーメタルさん歌ってくれてるじゃないですか。この雰囲気がですね、ものすごく僕は素敵だなっていうふうに思って、力強さを表現するわけでもなく、こうふわっとした感情を表現するわけでもないんですけど、ただただ温かい優しさみたいな、そういった声に聞こえるんですよね、僕は。この声質が曲の世界観をものすごく広げてる要因の一つなんじゃないかなっていうふうにも思うんですよ。いや、本当にすごい。次いきますよ。刻むんだのところの声がものすごくキラキラっとね、一瞬して、一気に心持ってかれますよね、今のポイント。そう、スーメタルさんってこういうところが素晴らしいですよね。
一箇所ポンって違う音色の声を持ってくることによって人の心を引きつける、そういった魅力があると思うんですよ。これがすごい。もう一回聞いてみましょう。ほら。この刻むんだのところは鼻の音色をですね、メインで使ってるんです。だからキラキラキラって一瞬こう輝いたような声質になってるわけですけど、こういった声の音色の使い分けをするんですよね。もう唯一無二じゃないかな、この表現方法は。他で聞いたことがないです。ここが素敵ですよね。次いきますよ。そうですよね。一回そういうキラキラっとした声を出した後は、そのキラキラした音色を使った声で歌うんですよね。これスーメタルさんの癖なのかな？割とこういうパターン多いですね。一箇所ポンって出てきた。例えば今はキラキラした音色ですけど、力強い声を一箇所ポンっていう風に入れたら、次歌うフレーズはですね、力強く歌うんですよね。割とこういうパターンすごく多くて、例えば C メロの最後で一箇所だけ違う音色を入れたら、次のサビはその変えた音色で歌うみたいな、そういうことわかるかな？これ伝わるかな？この部分に気づいたボイストレーナーの方って他にいますか？ぜひね、いたら教えてほしいんですけど、僕はこの細かい部分は僕しか気づいてないんじゃないかなっていうふうにね、勝手に思っちゃったんですけど、どうだろう？多分こういう風な歌い方してる楽曲多いと思うんですよね。僕もね、次の楽曲でこういうポイントが出てきたらまたそこでも紹介しようと思うんですけど、いやほんと素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。鼻の鼻腔共鳴の音色が中心ですよね。これが先ほど言ったキラキラした歌声になった成分の理由なんですけど、いや今回一つ発見しちゃったかもしれないですね。じゃあ次行きますよ。いいね。いいね。このデスボイスは誰なんだろう？なんか前コメントで今思い出したんですけど、モモメタルさんがデスボイスをやるとか誰かコメントしてくれた気がするんですけど、モモメタルさんですか？このデスボイス。すごいですよね。僕はね、最初男性がコーラス参加か何かでデスボイスしてるっていう風に思っていたんですけど、モモメタルさんなのかな？もう一回聞いてみましょう。なんかね、すごく低い音域だから男性の声にも聞こえるんですけど、でもなんか声の成分的にちょっと女性らしさもあるんじゃないかなっていう風に思うんですよね。そう、その音色を聞いて、あれ確かモモメタルさんデスボイス使うってコメントで教えてもらった気がするって思い出したんですよ。この辺もね、ぜひ先輩方コメントで教えてください。次行きますよ。あらかわいい。あらかわいい。あらら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 ら。いや、可愛いシーンですね。で、スーメタルさんは、なんかこう、女王様的な役割なのかな？どうなんだろう？今回のヘドバンギャーは。こう、ちょっとこう、スンみたいな。車に構えてるみたいなね。なんかそんな感じの雰囲気があるんですけど、スーメタルさんは僕の中ではどっちかっていうと、可愛い担当っていうよりも、こう、美しい担当なんですよ。だからこう女王様みたいな雰囲気がものすごく似合うなっていう、なんかそういう上品な貴族的美しさありますよね。僕だけかな、こういう風に思ってるの。で、モモメタルさんがさっきからこうキャーってやってるのがやっぱモモメタルさんのデスボイスなんじゃないかなっていう風にね、思って、あの可愛らしい見た目からは想像ができないんですけど、次行きますよ。あ、こっから感想かな？ベビーメタル。あ、やっぱりほら、特攻服だった。今、ベビーメタルって背中に書いてあって、なんか、この辺に漢字。僕はあんまりそういう特攻服とか詳しくないので、専門用語とかはわからないですけど、なんか、ゆいが独尊みたいなね、なんか書いてあるのを漫画で見たことがありますけど、そういった服着てましたよね、今。次行きますよ。いいですね。かわいい。かわいい。いや、本当にいろんなシーンがあって、気持ちがですね、もうシェイカーにかけられたんじゃないかっていうぐらい揺さぶられますね。これが
ベビーメタルが世界中から支持されてる理由の一つなのかな。もうすごいですよね。もう見てると本当にいろんな感情を表現してくれるというか、で、こちらもいろんな感情に慣れちゃうから、映像を見ていてもね、ものすごく楽しいですよね。ライブなんか行ったらね、もっともっといろんな感情にさせてくれるんですよね、きっと。ライブ行った方、ぜひコメントでね、教えてくださいね。次行きますよ。ギターソロだ。そろそろ来るかな。そろそろですよね、きっと。曲のね、こう小節である程度判断してるんです、僕。1、2、3、4で1小節。もう1個1、2、3、4で2小節。だいたい楽曲っていうのは4小節とか8小節で次のシーンに切り替わるので、それで判断してるんですけど、でもメタルの楽曲って感想部分が長いから、まだまだ来ないっていう可能性もあるんですよね。じゃあ次行きましょうか。はい。ここちょっとあれですよね。声に加工が入ってますよね。ちょっとラジオボイスみたいな。これ多分ね、ディストーションっていうエフェクターって言われる音質を加工するシステムが使われてんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、C メロの部分でこれ持ってくるってね、すごくいいですね。もう一回聞いてみましょう。いい声だね。最後のしないでちょっとこう音量がね、ぐっと上がってるんですよね。このちょっとした表現の変化でですね、ものすごく引きつけられるんですよ。こういうテクニックもですね、いっぱい使いますよね、スーメタルさんは。全力で集中しないと、スーメタルさんのテクニックはね、こう聞き逃してしまうポイントも多いんですよね。僕もものすごく細かく、詳しく、丁寧に説明してるつもりではいるんですけど、多分、聞き逃してるポイントも中にはあると思うんですよ。それぐらいいろんなことをやってるんですよね。ただ目立つところはですね、全部拾って細かく分析して解説をしてるので、その辺に関しては大丈夫だと思います。次行きますよ。かわいい。キエロ。いや、ずるいね。ずるい。これは。どういう風に歌い上げるのかと思ったらもう耳元で囁くような声で、キエロみたいなね。いやー、この歌い回しやばいですね。で、後ろでこう、なんかマリオネットみたいな動きをしてるお二人もね、可愛らしかったですよね。次行きますよ。で、今、ぐっと最後音域上がりましたよね。ぐっと音域が上がってるんですけど、ここで胸の胸腔共鳴の響きっていうのが、キープされたままなんですよね。で、これ、何を言ってるんだっていう風に聞こえるかもしれないんですけど、声の自然な流れとしては、音域が上がれば上がるほど、胸の響きは少なくなっていくっていうのが普通なんですよ。で、胸の響きが少なくなるとどうなるかって言ったら、声が細くなります。ただ、音域が上がって声が細くなるっていうのは、これは普通のことなので、全然おかしいことではないんですけど、ただ今、スーメタルさんはですね、音域がぐっと上がっても、胸の響きを減らさなかったんです。その結果どういう声になったかっていうと、音域が上がっても声が細くなってないんですよね。これはね、すごくレベルの高い声の出し方なんですよね。もう一回聞いてみましょう。聞きますよ。ほらほらほら。かなり音域が上がってるのに、声が細くなってないですよね。これはすごいですね。どうやればこの歌い方できるようになるかっていうと、やっぱり基礎トレーニングなんですよ。息の吸い方と体の使い方のトレーニング。ここを徹底的にやらないと、この歌い方ってできないんですよね。だから基本をしっかりやってる人にとっては、この歌い方はそこまで難しくないとは思うんですけど、大体の人っていうのは基本をしっかりやらないで、目的のテクニックができるようになりたいとか、目的の音色の声を出せるようになりたいとか、こういう風に歌うから、基礎ってあまりやらないんですよね。だからそういう人から見ると、スーメタルさんの歌っていうのは多分ね、真似できないと思います。本当に土台がね、ものすごくガシッとしっかりした歌い手だと思うので、本当にすごいですね。次行きますよ。いいね。で、ここの部分で、
さらに太い声を使ってるんですよね。喉の空間をちょっと広げて歌ってるんですよね。クラシックとかオペラの発声の方法を少しだけ入れたというか、その声を使うことによってちょっとミステリアスな雰囲気が出てましたよね、今のところ。もう一回聞いてみましょうか。ほらほらほら、この低いとこ。ごめんなさい。今僕が話したからあまり聞き取れなかったかもしれないんですけど、低いところの声がですね、はぁみたいな、こういった感じの音色になったんですよね。その瞬間、ものすごくミステリアスな雰囲気が広がったっていうか、すごい表現力。次いきますよ。今白い服を着た人がなんかこう白いパックに入ったラーメンなのかうどんなのか食べてたじゃないですか。昔ありましたよね、ゲームセンターで。200円とか300円ぐらいで食べれる自動販売機のラーメン。今も場所によってはなんかね、あるっていう風に何かでこう聞いたことがあるんですけど、ものすごくね、ごめんなさい。そこが懐かしく思ってテンションが上がってしまいました。で、やっぱりスーメタルさんの歌声なんですけど、鼻の鼻腔共鳴の音色が強いですよね。曲の後半に向かうにつれて、鼻声の音色がどんどん強くなって、後半になればなるほど声が可愛らしくなっているような感じがします。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。スーメタルさんがこの音色を使うと、もう最強ですよね。安定感もものすごいし、で、歌声がものすごく可愛いから、魅力もものすごいし、で、美しい成分もいつも通りあるから、キラキラしたこう透明感もあるし、この声やばいですね。一番最新のスーメタルさんの歌声なのかな、この声は。いやーもう声聞いただけでキュンキュンしちゃいますね。次行きますよ。儚くのところとかもう本当に儚い雰囲気しますもんね。で、やっぱり、モモメタルさんがデスボイスやってるんですかね。デスボイスのところはいつもあれですもんね。モモメタルさんが登場しますもんね。そういうことか。いや、すごいな。もう一回聞いてみましょう。儚く、みたいなこの泣きのフレージングもたまらないですよね。裏声に一瞬ひっくり返した歌い方っていうか。いやー、素晴らしい。次行きますよ。やっぱこう、ツインテールをこうなんか持ち上げてる姿が、僕はね、すごく可愛いんじゃないかなって思うんですよね。で、こうちょっとこう、斜めにこう構えてるのが、すごくいいですよね。もう一回見てみましょう。ほらほら、ほら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 。で、稲妻のエフェクトね。可愛いのに稲妻が走ってるっていうね。いやー、いいな。次行きますよ。ゲームセンターのゲームがどんどんこう壊れていってるような感じがするのは気のせいかな。なんかこう UFO キャッチャーのガラスのところもなんかこう C とかされてるみたいな。どうなんだろう、そういう感じの世界線なのかな。ゲームセンターのゲームがどんどん壊れていくみたいな。続き気になりますね。いきますよ。ほらほらほら。ほら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 。やっぱりそうじゃん。ゲームがすごく壊れている。最後にはもう全部壊れちゃうのかな、これは。もう映像のストーリーの方がね、気になってしまって今、そういう感じのことをね、話してますけど、次行きますよ。かわいい。いや、すごいね。ものすごいですね。もうね、ベタ惚れです。ベビーメタルに、僕は。で、スーメタルさんもですね、サビの部分なんですけど、全く同じ歌い方を何回も繰り返してるんです。これってすごいことで、歌っていうのは、やっぱり生ものなので、全く同じに歌おうと思っても、多少は違った空気感が表現されたりするもんなんですよね。でも、スーメタルさんは全く同じ雰囲気を何度も繰り返して歌える。この再現性がすごいですよね。で、結構、ボイストレーナーによっては、同じフレーズを何回も同じように歌うのはつまらないから毎回変えろとか言う人もいるんですけど、僕は逆で普通に歌っても毎回変わるんだから同じように歌えるようにした方がいいっていうタイプです。
だから僕の中ではこういう風に再現性が高い歌を歌えるスーメタルさんはね、もう最高に尊敬しますね。次いきますよ。ほら。すごくないですか？毎回同じ声のトーン、テンション、雰囲気。これで歌うんですよ。言葉が変わってもこれで歌うんですよ。これすごすぎませんか？言葉が違ったら、もちろんやっぱり子音の音色のニュアンスとかも変わってきますし、口の大きさによっては声の音色も変わってくるんですよ。だから微妙に変わるのが当たり前なんですけど、そこが変わらないんですよね、スーメタルさんは。もう熱弁しちゃってますけど、本当にすごいことだと思います。もう一回聞いてみましょう。どうやったらこれ歌えるのかっていうのがね、ちょっと僕はわからないんですけど、想像するに、やっぱりどの口の形でも同じ音色が出せるっていうトレーニングをするのがまず大前提なんですよね。例えば、あとは、これを同じ音色で出せるようにする。僕が今やったのは微妙に変わってるの気づきましたか？あ、は、はの方がちょっと明るくなってるじゃないですか。この微妙な鳴りの違いっていうのを統一するっていう作業が絶対に必要になってくるんですよ。多分ほとんどのボーカリストがこのトレーニングはしないと思うんですよね。でも多分、おそらく僕の中の推測であって、正解かどうかは置いといてって話になるんですけど、これに近いようなトレーニングはスーメタルさんやってるんじゃないかなと思うんですよね。じゃないとね、この歌い方はできないと思います。次いきますよ。やっぱりよく声が伸びますよね。これもですね、肺活量もすごいっていうのもあるのかもしれないんですけど、息の使い方がものすごくうまいんですよね。少ない息の量で大きい声量を出して、なおかつその一定の量を常に吐き続けるテクニックを持ってるというか、歌を歌う前に息の使い方が上手い人ほど声を出した時にもいい音色の声を出すことができるんですよ。声を出す前に息のコントロールっていうのが歌の中では必要になってくるポイントなので、もうそういうところがものすごいレベルなんですよね。スーメタルさんは。次いきますよ。伸びるって言った瞬間、さらに長いロングトーンがやってきましたね。若干ウィスパーボイス入ってましたよね。声に息の音、はってこのサラサラって音がちょっと混ざってる声というか、これでロングトーンはすごいな。もう一回聞いてみましょうか。そういうことか。キラリ。ここだけウィスパーボイスだったんですね。宙に舞うからは普通の地声で歌ったっていう。なるほどね。いやー、すごいね。歌い分けがすごい。で、バックのね、ヘッドパンがやっぱり可愛いですね。この可愛いここに戻ってきたかっていう。次行きますよ。最後ね、シャウトがあるわけだ。ヘドバンギャーと、これがタイトルってこと。ヘドバンギャーのギャーがね、本当に気になるんですよ、僕。ギャーってことどうなんだろう。でもなんか今のスーメタルさんのこのシャウトを聞いた感じ、ギャーってことかなって思うんですけど、そしてベビーメタルの3人がコルセットをしていても可愛いっていうのがすごいですよね。もうなんかアクセサリーの一つみたいに思えちゃう。次いきますよ。なくなった。ターンしましたね。ごめんなさい。変なところで止めちゃった。なんかね、今ちょっとびっくりして、急にコルセットとは関係ないシーンになってしまったので、なんかビクってなっちゃったんですよね。それで、ストップボタンを押してしまいました。ごめんなさい。今日見ていきますね。これいいな。なんか今、幽霊なのかなシャンパンみたいなあれなのかな。ちょっとごめんなさい。続き見ていきますね。気になる。ほらほら、コーラか何かかな。自分で汚したから掃除してね。終わった。終わっちゃいましたね。ベビーメタル15。ベビーメタルイヤーズ。15周年ってことか。そういうことね。あとね、動画がね、10秒ぐらい残ってるんです。
せっかくなんで見ていきますよ。ここで終わんのかな。あ、それっぽいね。オッケーオッケーオッケー。いやー、ものすごかったですね。以上、ベビーメタルヘドバンギャー歌声分析はここで終了です。いやー、素晴らしいミュージックビデオでしたね。かっこよさと美しさと可愛らしさが兼ね備えられたミュージックビデオ、それがヘドバンギャーなのではないでしょうか。いやー、それにしてもスーメタルさんの歌の再現性の高さ、ここが本当にびっくりしましたね。ものすごいテクニックをいっぱい持っているからこそ、それを支えるものすごくレベルの高い歌の基礎。やっぱり歌が上手い人ほど基礎トレーニングをしっかりしてるんですよね。そして天才と思える人ほど努力をしているっていう証拠なのではないでしょうか。そしてモアメタルさんとモモメタルさんがね、本当に可愛らしいですね。モモメタルさんのデスボイスなんでしょうか。もう未だにね、確信が持てないから、まだね、気になってます。多分モモメタルさんなんじゃないかなとは思ってるんですけど、もう早く知りたい。デスボイスの件に関しては。でも皆さんからコメントで教えてもらうまで僕はね、ネットで調べるとかそういうことはしないので、ぜひね、コメントで教えていただけたらなというふうに思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。